全国のゴジラファンの皆さん、どうもゴジラファンのもっちりもと申します。今回ご紹介するのは70周年特別記念バージョンの門圧バーニングゴジラです。こちら皆さんゲットできましたか？今年はゴジラ対デストロイヤー公開30周年で、この門圧はかなり注目の商品で、しかもバーニングゴジラの門圧は以前発売されたやつがすごいプレネになったので、この70周年バージョンも予約開始早々に売り切れ続出ですごかったですよね。僕も予約開始の当日にちゃんと待機してたんですけど、なんか一瞬ぼーっとしちゃってて、気づいたら16時5分くらいで、そしたらもう Amazon とか楽天とかどこももう売り切れになってて、でめっちゃ焦ったんですけど、最後の望みをかけてゴジラスターオンラインを覗いたらあったんですよ。でもそれでも多分まだ16時10分とかだったので十分早かったと思うんですけど、ゴジストもその後結構すぐ売り切れになってて、いやー、バーニングゴジラの人気の高さを改めて思い知りました。ということで動画で開けようと思ってまだ開封してないので、今日はこれをついに開封したいと思います。その前にまずパッケージがめちゃくちゃかっこいいですね。ゴジラシストデカデカと書かれてます。でこの一般販売の門圧は窓がついているパッケージになってて、今回は高温で溶けたみたいなデザインになってますね。こういう箱のディテールもいいですよね。そして中にはバーニングゴジラが見えてます。もうこの箱越しでやばそうな雰囲気が伝わってきますね。今回かなり評判がいいみたいなので結構期待しちゃってます。箱の側面にもフィギュアの写真が載ってますね。反対側には70周年のロゴがでっかくあって、原型彩色造形プロデュース酒井裕二氏と書かれてます。裏側はこんな感じです。このパッケージの写真めっちゃかっこいいですよね。いやー、これが入ってるのか。この箱マジで夢の箱ですね。バーニングゴジラの説明も載ってます。バーニングゴジラとは1995年公開のゴジラ対デストロイヤーに登場するゴジラ。自身のエネルギー暴走により過度に体温が上昇し、まるで大気が炎のように赤く発光している姿から燃えるイコールバーニングゴジラと呼ばれている。大気が発光する姿はシリーズでも珍しく、ファンから強い支持を得ている。なんかバーニングゴジラって怪獣王ゴジラっていう唯一無二の存在の中でさらに唯一無二って感じですよね。今この酒井さんのコメントも読んでたんですけど、造形にあたっては映画の撮影現場で自分自身で撮影した多くの秘蔵写真資料と、今もリアルに残る当時の記憶感触をもとに再現していますって書かれてて、その記憶が羨ましいのと同時に、やっぱり当時現場で本物のゴジラと過ごしてた方がこうやって最新のフィギュアにも関わり続けてくれてるのはありがたいですね。いやー、ワクワクしてきました。僕は今回が初めての門圧のバーニングゴジラなので、本当にめちゃくちゃ楽しみです。では開封していきましょう。では開けます。いやー、ついにご対面だ。よいしょ。よっ。おー、うわ、すっごいなんか色がすごい。付属のパーツがいろいろと今回はついております。これもいいですよね。70周年の豪華な仕様になってます。今回もこの70周年の台座もついてくるんですね。初代ゴジラの時もついてましたね。そして本体、うわー、もうなんかすごいな。これ塗装がめちゃくちゃすごいですね。なんかこの状態でも光り輝いてるように見えますね。発光してる感じに。すごいな。ではちょっとブリスターから取り出してみたいと思います。よっ。台座はこんな感じですね。そしてバーニングゴジラ本体、うわー、ちょっともう素手でいっちゃいます。やばい。これはすごい。やばいな。伝わりますかね。この内側から発光してる感じがめちゃくちゃうまく彩色で表現されてます。いや、この背びれのクリアも素晴らしいな。いやー、ちょっと第一印象はめちゃくちゃいいですね。この顔もやばいですね。いやー、この表記じみた目の感じやばいな。改めて今回ご紹介するのは SH モンスターズゴジラ1995 70周年特別記念バージョンです。サイズは高さが約16センチ、横幅はだいたい10センチで、奥行きは尻尾を伸ばすと30センチくらいはありそうです。他のフィギュアと比較すると、同じ70周年記念の初代ゴジラのポスターイメージと並べるとこんな感じです。この2体はレジェンド感が半端ないですね。ではバーニングゴジラ
詳しく見ていきます。もう開けた瞬間からずっとめちゃくちゃかっこいいですね。まずやっぱり発光感が本当にすごくて、これどうやって表現されてるかというと、クリアオレンジの成型色の上からメタリックイエローが塗装してあって、それでこの内側から発光してる感じが再現されてますね。いやー素晴らしい。この明るめのオレンジの色合いもいいですよね。バーニングゴジラって文字通り燃えるように赤く光ってるんですけど、この紋圧は実際に内側から光るわけではないので、これくらい明るい色味で誇張してくれた方がそれっぽく見えますよね。特に冒頭の上海上陸シーンとかはかなり明るく発光してるので、その輝き方に似てると思いました。そしてこの70周年バージョンはそもそも夜のシーンをイメージした彩色になってるみたいで、実際バーニングゴジラは登場シーンのほとんどが夜なので、今回の紋圧は発光感っていうのがかなり重要なテーマだったんじゃないかなって思います。で、それはこのフィギュアは大成功してますね。開封した時にブリスター越しに光って見えて、ほんといきなり感動させられました。そしてこの顔です。なんかほんとため息が出るかっこよさですね。バーニングゴジラの死期を悟った男の気迫というか、なんて言うんですかね、こう研ぎ澄まされた感覚の狂気みたいなあの感じが伝わってきますね。で、造形も素晴らしいんですけど、この目の彩色がめちゃくちゃクオリティ高いです。瞳のオレンジと黄色だけが浮き上がるように、あとは体表よりも黒いブラックで塗りつぶされてるんですけど、本来は着ぐるみスーツも目全体が発光してて、瞳の外側の部分も赤く見えたり黄色っぽく見えたりしてるんですけど、実際の劇中の見え方は今回の紋圧みたいに瞳以外は影になってる印象が強くて、夜の暗い背景にゴジラの瞳だけが浮かび上がってるみたいなイメージなので、この目もすごい劇中に忠実な感じがして、特に引きで見た時の印象がめっちゃいいですね。瞳だけがギラッと見えてる感じが発光感も表現できてて、この目の彩色はパーフェクトですね。校内もかなりいい感じです。彩色に関しては丁寧だなっていう印象で、特別リアルとかではなくて、いつもの若干のっぺりした感じなんですけど、歯の造形が箱の宣材写真と遜色ない出来栄えになってて素晴らしいです。一本一本しっかり造形があるし、この一番大きな牙とかは結構鋭さも残ってて、ここも個人的にはめちゃくちゃいいと思いました。いや、顔が100点すぎますね。造形の好みとかは各々のこだわりがあると思うんですけど、僕的にはすごく自分のバーニングゴジラ像に近かったです。胴体も発光感の再現度だけじゃなくて、このバーニング模様が結構複雑に表現されてて、そこもいいですね。腕も両肩にバーニング模様が入っていて、爪の塗装も丁寧に仕上げられてます。造形はもちろん世界遺産クオリティで素晴らしいです。でもなんかここだけ筆で塗り直したような感じになってますね。これは補修されたのかな。ここだけわざわざ筆で塗るわけもないと思うので、マスクからはみ出たとこが修正されたんですかね。仕様ではなさそうです。次はお待ちかねのバーニング太ももです。いやー最高ですね。やっぱり平成ゴジラの下半身は唯一無二な感じがありますね。マイゴジのゴツゴツした下半身も大好きなんですけど、やっぱこの肉々しい感じとうねうねとした体表の模様の組み合わせがたまんないですね。しかもそれが燃えているというもう最強の太ももになってますけど、いやこのメタリックの部分が本当にわかりますか。この足の爪も綺麗に塗装されてますね。足の裏はこんな感じで指先は造形がありますが、かかと側は平らになってます。そして背中側、この背びれ、いやー完璧ですね。もう工芸品というかガラス細工みたいな美しさになってます。で、何より劇中の再現度が高いですね。しっかりクリア成形で、このトゲトゲの先端以外は黒く塗装されてます。一つ一つの背びれの形も忠実に再現されていて素晴らしいですね。バーニングゴジラの背びれは一番大きい背びれが真ん中じゃなくてこの一段上に来てるんですよね。あとバーニングゴジラの背びれといえば、劇中で中に仕込まれてる電球が結構はっきり見えるのが面白いですよね。この黒い部分を縁取る感じで電球の玉が見えてて、ああいうちょっと構造が透けて見えちゃう感じもアナログ特撮の魅力だなって思いますね。最後は尻尾ですが、尻尾の小さな背びれも一つ一つ丁寧に造形彩色されてます。このバーニングしてない背びれの色合いも
かなり夜っぽいカラーに仕上がってますね。この暗めの色彩は全体の印象にすごく影響を及ぼしてる気がしてて、まず見え方がすごく自然なのと、背びれの白が主張しないことで、このバーニング部分の発光感がより際立ってると思うので、この尻尾はバーニングゴジラとしての個性はあまりない部分ではあるんですけど、実はこのフィギュアの全体の雰囲気を大きく決定づけてるめちゃくちゃ重要なパーツだと思います。この毛圧はコンセプトの一貫性というか、パーツごとの細部のクオリティの高さだけじゃなくて、全体で見た時の各部のバランス感というか、そこがすごく自然で、それがやっぱりこのクオリティの高さというか、完成度が高く見える理由なのかなって思います。全体のプロポーションもいいですね。酒井さんらしいスタイリッシュなシルエットですけど、バーニングゴジラらしいマッシブな存在感もちゃんと感じられて、可動フィギュアとしては相当ハイレベルに再現されてると思いました。では次はその可動がどんな感じか見ていきましょう。口は大きく開閉できて、閉じた時の印象もすごく綺麗です。舌は可動しません。首はこの下の2箇所で可動しますね。左右はこんな感じに動かせて、上下は下には結構うつむけます。上はこれくらいが限界ですね。腕は付け根部分は肩と干渉すると思うので、動かすときは注意が必要だと思うんですけど、回そうと思えばぐるっと一周動かせます。そしてそこから下は手首まで4箇所可動があって、結構ぬるぬるとこんな風にいろんな向きに動かせますね。手首もぐるっと一周回って、僕の個体に関して言えばポロリの心配もなさそうです。そして胴体はここも後ろの背びれの干渉に注意が必要だと思うんですけど、ある程度左右に表情付けができます。で、この下腹部の部分でも多少体を反らせたり丸めたりできるので、ここでも見上げたりうつむいたり角度を多少調整できそうです。そしてこの埋もれてる部分にもしっかりバーニング模様が残されてます。足の付け根も腕同様、おそらくぐるっと回せなくないと思いますが、干渉して傷つくかもしれないので無理は禁物ですね。で、僕の個体は左側の隙間が結構目立ちます。右側は逆に少し埋もれてますね。ここはもしかすると多少調整できるのかもしれません。そして太ももから下は膝の上下で2箇所関節があって、足首にも2箇所あるのでぐるっと回したり、つま先の微妙なニュアンスがつけられます。尻尾はそんなに滑らかに動く感じではなさそうです。でもこの尻尾の先が大きく立ち上がるのがいいですね。あとはこの辺のギャップが少し気になるのと、僕のゴジラはこことここが少し緩いですね。でもひどいポロリもなさそうなので、全体的に可動もかなりいいと思います。少なくともゴジラらしい自然な動きは無理なく取らせられそうです。では次は付属パーツを見ていきます。交換用の手首パーツは手のひらを開いたバージョンになってます。僕のは残念ながら右手の塗装がちょっと剥がれてました。付け替えるとこんな感じですね。結構印象変わりますよね。こっちの方がより凶暴な感じがします。熱線パーツはこんな感じです。先がタンポポみたいな形状になってて、根元側はゴジラの口内に合わせた形になってますね。支柱はいつもの透明のやつです。で、今回支柱の台座もエフェクトパーツみたいになっていて、バーニングゴジラのインフィニットネッセンの威力を表現するかのような台座で、めっちゃいい感じです。普通の透明の台座よりはこっちの方が迫力が増すと思うので、これはすごく嬉しいですね。ゴジラと組み合わせるとこんな感じです。いいですね。やっぱり熱線パーツがつくと満足度が格段に上がりますね。素晴らしいです。で、ちょっと追加で付けたいエフェクトパーツがあって、バーニングゴジラといえばこの体から上がる蒸気も欲しくなりますよね。このパーツはゴジラアクションフィギュアのバーニングゴジラについてたやつで、同じことされてる方も多いと思うので説明不要だと思うんですけど、僕もこれは明らかにこっちに蒸気つけとくから一緒に買えよっていう公式の意図を感じて、しっかりと売り上げに貢献させていただきました。いやでもこれやっぱいいですね。さらに迫力が増したというか、ボリューム感も出るし、想像以上にかっこいいと思いました。てかこれつけてて思ったんですけど、アクションフィギュアにつけるより毛圧の方がシンデレラフィットしてる気がしましたね。70周年記念の初ゴジと熱戦対決。
いやー最高です。やっぱりこの2体の存在感は特別な感じがしますね。初代ゴジラから怪獣王の歴史が始まって、バーニングゴジラで一度本当にゴジラの歴史に幕が下りるわけですけど、その最後の違いっていうのが本当に感慨深いというか、ただただすごいっていうか、初代ゴジラは最後は人間の手で滅ぼされてしまって、でそのことによってものすごく痛烈なメッセージを残すわけですけど、バーニングゴジラの死は自らの力が飽和して自分自身のエネルギーに飲み込まれるように世界に溶け出していくじゃないですか。だからなんか人間によって姿を変えられて、最後は人間によって滅ぼされるっていう初代ゴジラの呪いを解いたというか、最後まで自分の意志を貫いて燃えるように生き抜いて、ある意味その呪いを人間の側に反転させたというか、人類は自分たちの作り出した過剰なパワーを本当にコントロールしきれるのかっていう初代ゴジラの残したクエスチョンに、核による終末ではない形で人間には核の暴走を制御できないっていうことを伝えてる気がして、これは本当に僕の個人的な解釈なんですけど、バーニングゴジラの死に様っていうのは本当にすごいなって思いますね。ということで今回は70周年特別記念バージョンのゴジラ1995バーニングゴジラの紋圧をご紹介しました。もう本当に素晴らしいの一言でしたね。伝わってると思うんですけど、まずシンプルにめちゃくちゃかっこいいし、品質も高かったですし、付属パーツも充実していて、ゴジラ70周年とバーニングゴジラ30周年にふさわしい最高のフィギュアになってたと思います。発売当初は手に入りづらかったかもしれないんですけど、今は多分結構入手しやすくなってると思うので、もしこの動画で気になった方はぜひゲットしてみてください。そしてすでにゲットされている方はコメントで感想を教えていただけたりすると嬉しいです。では今回も長々とお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。